今回の動画では日本版では8月13日に配信開始予定の PC 版アークナイツの仕様や機能などを大陸版を用いて紹介。なお、大陸版の現在の PC 版は 1.5.0 となっているため、実際に日本版で実装される内容とは微妙に異なる可能性があります。まずは PC 版の動作に必要なスペックの方から。とは言っても、推奨スペック及び最低動作スペックの方はかなり低く、推奨スペックはおよそ10年前のミドルレンジ帯の性能、最低動作スペックに至ってはおよそ12年前のエントリークラスの性能のため、現在動作しているような PC であればほぼ問題はなし。というより、最低動作スペックに至ってはもはや Windows 側からサポート対象外と宣告され、推奨スペックの方もギリギリ Windows 11の動作保証内という代物なので、ここ数年以内に購入し、官公庁払い下げパソコンのような曰く付きのものでなければ引っかかることはまずありません。PC 版はエンドフィールドと同じくランチャー形式を採用しており、使用するランチャーもグリフリンクランチャーなので、大陸版のハイパーグリフが直接運営しているサーバーでは、アークナイツ、エンドフィールド、ポッピュコムが一つのランチャーで管理できるようになっています。ただ、日本版はアークナイツはヨースター、エンドフィールドはグリフラインが運営しているため、ランチャーは仮に同じグリフリンクランチャーであっても別のランチャーを使用するか、ヨースター独自のランチャーになる可能性もなきにしもあらずといったところ、個人的には PC 内にグリフリンクランチャーが3つあることになってしまうので、統合してもらいたいところではありますが、なお、このランチャーにはバージョン 1.5.0 以降は事前ダウンロード機能が追加され、アップデートの1から2日前には次回アップデートのデータをあらかじめダウンロードし、アップデート後は即座に新バージョンを楽しめるようになりました。ホーム画面については特に大きな変更はなく、スマートフォン版と大きな違いはありません。そのため、基本的な操作はタップがクリックに変わっただけとなっています。映像は大陸版なので、サーバーとの距離の関係上、短いロードが挟まりますが、他の画面に移動する際の突っかかりはほとんどなく、非常にスムーズに他の画面に移動することが可能。フレンドの宿舎訪問に関しても、こちらもロードが挟まっていますが、日本版であればサーバー距離も近いので iOS 版のように、非常にスムーズに連続してフレンドの宿舎訪問が可能になると思われます。Android 版は初期の頃に比べればスムーズな連続訪問が可能になりましたが、それでも端末によっては重いことが多々あるので、かなりの差を感じるのではないかと思われます。戦闘時の動作もスマートフォンやエミュレーターと比べてもかなり軽快で、ベンチマークとしては高齢ともいえる NA リードでの 11-6 では極端な FPS ドロップはなし。そのため、特にエミュレーターで多かった FPS ドロップによる硬直後のクラッシュも投稿者の環境では発生した覚えがありません。これ以外の重くなるような場面でもクラッシュした記憶がないレベルです。たださすがに HS8 のベンチマークでは落ちはしないものの、FPS がほぼゼロまで落ちるので、いくら PC 版でも限度はあるようです。ここまで極端に負荷がかかるステージもそうそうあるものではありませんが。設定項目にはいくつか PC 版独自の項目が存在し、一つ目はマウスカーソルの大きさ。PC 版では当然ながらタップができず、マウスによる操作が必要なので PRTS の手の見た目をしたマウスカーソルが表示され、この項目ではそのマウスカーソルのサイズを変更することができます。デフォルトサイズは 1.00 ですが、画面サイズ次第では割と大きいので、邪魔と感じたのであればサイズを小さくするといいでしょう。画質関連の項目はこんな感じ。一番上は低画質、中画質、高画質とこちらはスマホ版と同じ内容ですが、正直この部分は変えても何が違うのか分かりづらいというレベルですし、極端に CPU 使用率が上がるということもないので、バッテリー持ちなどを気にしないのであれば何でも良さげ。FPS の項目はスマホ版にもある 30fps と 60fps に加え、PC 版独自の 120fps が存在。スマホ版よりもさらにヌルヌルにゲームを動かすことが可能となります。こちらは動画の FPS が30で固定な以上、動画内で見せてもあまり意味がないので省略。その下の項目はスマホ版にもあるアンチエイリアスと PC 版独自の垂直同期機能。垂直同期の方は PC ディスプレイのフレームレート以上に FPS が出ないようにする機能ですが、昨今の PC モニターは 240Hz や 360Hz、中には 720Hz のものがあるのに対し、アークナイツは 120fps までなのであまり気にしなくても良さげです。解像度に関しては、ボーダーレスフルスクリーンとウィンドウフルスクリーンから、4K である 3860×2160、最小は VGA 解像度である 640×480 まであります。選択肢は非常に豊富ではあるものの、カスタム解像度は不可。また、ウィンドウサイズは解像度に比例したものとなり、自由に変更することはできないので、ここだけは不便な仕様となってしまっています。
スマホ版では画面サイズを変更してピンホールカメラやノッチ部分を非表示にするか調整できる UI 調整機能がありましたが、 PC 版では UI 調整機能は拡大と縮小機能に変更されており、90が最小100が最大となっています。最小となる90の際の UI の表示サイズがこんな感じで、スマホ版と比べるとかなり小さめとなった感じ。逆に最大となる100がこちらで、こちらはおそらく16対9サイズのスマホの画面とほぼ同じような画面となります。また、ホーム画面以外の UI サイズも拡大縮小され、戦闘中の画面もステージの描画範囲自体は変わらないものの、オペレーターのアイコンや殲滅数などの UI 部分は変わるので、UI が邪魔だと感じるのであれば縮小してみると良さげです。キーコンフィグ機能もあり、ステージ攻略中などは各種項目をキーで入力することもできます。デフォルトでは倍速切り替えは F、一時停止はスペースですがエスケープでも可能。撤退などに使用するオプション画面の表示は V、オペレーターの撤退は Q、スキル発動は E で可能となっています。なお、当然ながらこれまで通り各種操作はボタンをクリックすることでもできるので、 PC 版だからといって特に操作方法を変えなければいけないといったことはありません。ただとっさの一時停止やスキル発動で E やスペースバーが使えるのは、右上やスキルアイコンをタップするよりもはるかに早いのでかなり便利なのではないでしょうか。各キーは設定画面のキーコンフィグより変更が可能で、好きなキーをバインドすることができます。ただ、キーボードの右側にある各種キー、例えばホームやインサート、デリート、矢印キーなどはバインドすることができません。また、同じキーを複数に割り当てるといったことや、コントロール+Eといった同時押しにも対応はしていません。キー設定に関しては、あくまでも過不足ないものが用意されているといった形です。なお、大陸版では先日のアップデートで特殊ステージを歩き回るためのキー設定も追加されました。こちらが日本版では配信開始と同時に設定できるようになっているかは分かりませんが、特殊ステージのキーとステージ攻略に用いるキーは衝突してしまうので、仮にステージ攻略のキーコンフィグを変える予定なのであれば、 WASD や F、シフトにはキーは設定しないことをお勧めします。課金面がどうなるかは現時点では不明です。というのも、大陸版は Google プレイが存在していない上に、ハイパーグリフが運営しているサーバーは大陸の身分証が必要なので、投稿者が正規の方法で確認する術がありません。アークナイツのサイトを確認した限りでは専用ストアがあるようなのですがよくわかりません。なお、ビリビリ版では画像のようにアリペイまたは WeChat Pay でのみ支払いが可能で、アプリ版が PayPal などの支払いにも対応しているのに対して決済手段は少なくなっています。なお、ヨースターには独自決済プラットフォームがあり、現時点ではいくつかのタイトルが対応しているので、こちらが対応する可能性もなきにしもあらずですが、ヨースターの他タイトルの中には PC 版リリース時には PC 版からの決済手段がなかったようなので、もしかしたら課金はスマホからのみという可能性もあるかもしれません。なお、今後は PC 版のみの独自機能も追加される予定があり、大陸版にて今年後半に開催される堅守協定では PC 版でのみ、複数のプレイヤーの画面を同時に閲覧することができる機能を追加するとのこと。現時点ではこれ以外の PC 版独自の要素は発表されていませんが、最近は 2.5D ステージが追加されるなど、どちらかというと PC 版にフォーカスを当てたようなイベント要素が追加されている傾向にあるので、今後も PC 版に独自機能などが追加されていき、スマホ版が簡易版、PC 版がいわばリッチ版となっていくのかもしれません。いずれにせよ、スマホ版だとエフェクトなどが原因で限界が見えつつあるので、時間が取れるときは PC 版で遊ぶというのも選択肢に入れておくといいかもしれません。以上で PC 版アークナイツの紹介を終わります。ご視聴ありがとうございました。